はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。今日もですね、またリクエストいただきましたので、こちらに関して答えていきたいと思います。はい。今日はね、ちょっとね、面白いというか、ちょっと私も皆さんに聞きたいトピックになります。はい。短いです、リクエスト。先生の恋愛観念についてのことを聞きたいです。ということでした。はい。恋愛観ですね。恋愛観。はい。ちょっとね、名前とかも書いてないので、もうこの一行。この一行だけリクエスト来ましたけど。恋愛観ね。恋愛観。どうです皆さん。はい。恋愛観っていうのは、まあ恋愛に対する考えとか、まあ、そういうことですよね。うん。まあ皆さんに聞きたい。皆さんの恋愛観ってどんな感じね。まあ私はもう28歳になって、まあ一応ね、いろいろな恋愛を経験してきましたけど、まず何が一番自分の中で大切かっていう話をしましょうか。ね。まあ皆さんも一緒に考えていただきたいんですけど、皆さんの中で恋愛をするにおいて何が一番大切ですか？はい。パートナーに求めること。うん。まあ私は、いろいろな恋愛をして、まあ一応今結婚をしてるんですけど、何が一番というよりはもちろんバランスなんですよね。一番大切なものは。本当に。なんか全てがやっぱりバランス良いっていうのが一番いいんですよね。そう。まあその中で私が一番、惹かれるというかパートナーに求めるものっていうのは、えっと、尊敬できるかどうか。まあ、これ多いと思うんですけど、尊敬できるかどうか相手を。っていうことですね。うん。まあ、例えば、皆さんだったらね、今一生懸命日本語を勉強してる。なんかそれだけでもいいんですよ。別に仕事を頑張っていなきゃいけないとかそういうんじゃなくて、何か一つ頑張っていることとか、目標とか、何かこだわりを持っているものとかがあれば、私は、素敵だなと思いますよね、その相手のこと。うん。自分に持ってない世界があるっていうのが面白いと思います。はい。まあよくね、自分と似たような人がいいとか、そういうふうに言う人もいるんですけど、私は逆で、私と全く別の人を結構好きになったりします。私が知らない世界を持ってる人。うん。ね、そんな感じ。はい。まあ、ちょっとね、今回のトピックは結構、あの、いろいろ話したいことはもちろんいっぱいあるので、私はちょっと今回支離滅裂になりそう。うん。何言ってるかわかんなくなっちゃいそうなんだけど、まあ、適当に話します、今回は。はい。まあね、でも、学生の頃とかの恋愛観と今の恋愛観は大きく違いますね。うん。もう私は学生の時から今まで、その尊敬したいっていうその気持ちは一貫してます。変わらない。はい。一貫してるんですけど、それ以外は結構変わりました。うん。例えば、学生の時は、その、なんて言うんだろう。尊敬してるっていう部分が私は満たされていたら結構すぐに好きになっちゃうタイプだったの。すぐに好きになっちゃうね。だから私がもともと付き合っていた人の経歴を何個か例を挙げると、芸人さんもいました。はい。お笑い芸人を目指してる人とか、ダンスをやってる人とか、ダンサーさんとかね。まあ、あとは大学の部活をすごく頑張ってる人、部活の大会とかに出てるような人とかもいました。まあ、あとは自分のお店を持ちたいっていうふうに頑張ってる人とかいて、いろんな人がいたんですけど、まあ、尊敬できるんですけど、今、やっぱ社会人になって結婚とかを考え始めた私はだいたい25ぐらいかなからは、その、お笑い芸人とかダンサーとかでもいいんだけど、生活力がないんですよね。本当に正直なことを言うと彼らは。常にお金がない人だった。
その人たちはね。学生の頃はそれは良かったんですけど、大人になって、まあ結婚する結婚しないを考えなくても、人として、そのいい年を考えて、生活力がある人が、じゃないと、ちょっと嫌だなっていう気持ちが生まれました。めっちゃリアルな話してるね、今ね。生活力。生活力ってどんなことかというと、まあお金なんですけども、お金だけじゃなくて、今お金がなかったとしても、将来のビジョンをリアル。将来のビジョンをしっかり考えてるのかなと。例えば今、じゃあお笑い芸人をしています。で、今その人が例えば28歳だとするでしょ。何年まで頑張るんだろう、この人とか。まあ、お金ないのよ、お笑い芸人って。やっぱり、お金にならないから。じゃあ何年までそれを続けるんだろうとか、その、なんて言うんだろうね。将来のことをしっかりと考えてるのかな。なんかもし何かがあっても、その人は、あの、死ぬことなく、問題なく生活ができるのでしょうかっていう、それの生活力っていうのがやっぱり大切だなと思って。まあ私はあんまり、周りにも言われるんですけど、結婚したいという結婚願望があんまりなかったんですよね。そう。人に比べて。だからあんまりなんか、年収とか、お金のこととかなんか、そういうことに関してはあんまり考えてこなかったんですけど、まあやっぱりね、年を重ねると、やっぱそういうのも考えなければ一緒には生活できないですよね。うん。あと、物の価値観。もうこれもとても大切だと思います。物の価値観。はい。まあ、簡単にね、例えるとお金に直すというと、例えば100円っていうものに対してどういう感情を抱くのか。100円に払うことに対して安いとか高いって感じるのか。まあ、1万円を払うにしても高いとか安いとか感じるのか。そういう感覚が、まあ、お金の価値観。まあ、例えば、簡単にタクシー乗っちゃう人とか、私はあんまり簡単にタクシー乗りたくない。でも簡単にタクシーにお金を払っちゃうとか、感覚が違いますよね、お金の感覚が。ね。うん。とかね。まあ、物の感覚で言うと、物はしっかり大切にするのかとかもそうだし、まあ、例えば社会問題についてどう思ってるのか。何も思ってない人とすごく思ってる人だったら、やっぱり生活にするにおいて、話が合わなくなってきますよね。まあ、この価値観っていうのがすごく大切だなって私は思ってます。うん。そう。全然違う価値観を持っててもいいんだけど、同じものに興味があるとか、お互い議論し合えるような相手だったらよりいいなっていうふうに大人になって思いました。うん。だから私が大切だなって思うのは、その尊敬できるとか、生活力っていうか、ちゃんとね、将来のことを考えているのかどうかっていう、まあ、責任感があるかってことだね。うん。生活力があるか。で、まあ、あとは価値観だね。でもみんなこれ一緒だと思うよね。うん。で、前にね、実はリクエストをいただいていて、私、これに関してどうやって答えようかっていうのをすごく悩んでたの。だからすごく遅くなってしまって申し訳ないんですけど、ちょっともう一つリクエストをご紹介します。はい。はるかさん、こんにちは。日本に働いている僕の友達に聞いたんだけど、日本人女性は東南アジアの男性に興味がないそうです。特に貧しい国の人に告白されたら絶対断るそうです。確か女の人全員は白人、特にアメリカやヨーロッパなどだけに憧れているみたいです。これ、はるかさんになってるけどはるかさんにしてはだと思うんだよね。はるかさんにしてはどう思いますか？それは本当ですか？うん、リクエストありがとうございます。これ結構前にいただいたリクエストなので、ちょっとリクエストくれた方が今聞いてるかどうかはちょっとわからないんですけど、申し訳ないね。はい。この貧しい国の人に告白されたら断るのかっていうポイントと、東南アジアの男性に興味がないのかっていうポイント。あとは白人、特にアメリカ、ヨーロッパに憧れている。この3つのポイントがあると思うんですけど、まあ、正直本当にね、正直なことを言うと、まあ、イエスっても言えるし、ノーとも言える。はい。そうですとも言えるし、そうじゃないとも言えるということです。うん。まず、その、東南アジアの男性に興味がないかって言われると、そうではないですね。もちろん人それぞれだし、興味ない人もいると思うし、興味ある人もいると思うし、別にどっちでもいい人もいると思う。はい。まあ、問題は多分、
今、日本に住んでる東南アジアの人っていうのは今増えてますけど、やっぱり文化的に私たちはまだあまり知らないんですよね、東南アジアについて。うん。そう。っていうのがある。まあ、あとは宗教的な問題っていうのも大きな問題になってくると思うんですよ。そう。うん。そういうイメージがやっぱ強いですね。やっぱ宗教の感覚が違かったり、物の感覚が結構違うっていう、それはもう絶対あるじゃないですか。国の文化が違うので。なので、付き合うとかなるとやっぱ難しい問題は出てくるんですよね。はい。で、貧しい国の人に告白されたら絶対断る。これはね、絶対とかではない。もうこれも正直人それぞれだと思うんだけど、今私がね、さっき言ったんですけど、生活力があるかどうかって、貧しい国かどうか、貧しくない国かどうか、関係ないんですよね。日本人でも、やっぱりお金がない人っていうのは、まあ恋愛対象にされにくいんですよ。将来のことを考えると。まあ若い時はいいと思うんですけど。だからなんか貧しい国だから断るとか言うんじゃなくて、もちろんその国出身の人と結婚して付き合って幸せな家庭を築いてる日本人の女性男性はたくさんいるんですけど、まあ、なんていうの、総合的に見るとやっぱりお金があるかないかってすごく大切なんですよね。生活するにおいて。もうお金なくてもいいよみたいな、そんな、ことを言えるぐらい日本人の多分女性は稼げてないんですよ。正直なことを言うと。うん。っていうのが問題だと思う。はい。だから絶対に断るとかじゃないけど、やっぱりお金の問題っていうのは絶対に、ついてくる問題だと思います。はい。お金が全てじゃないけど、お金も大切っていうことですね。うん。で、最後に、アメリカ、ヨーロッパなどだけに憧れているみたいですね。はい。これもそうと言えるし、そうじゃないとも言える。もちろん、興味ない人もいるけど、前も何かで話したんだけど、昔から日本っていうのは、やっぱアメリカ、ヨーロッパの文化を、テレビとか、まあ本とかいろんなところで、いい部分だけをすごく教えられてきたんですよね。アメリカはすごい。ヨーロッパの例えばイタリア、フランス、すごいみたいなね。そういうイメージを、こう、与えられてきたんですよ。で、やっぱり英語が喋れないコンプレックスとかもあるので、あの、その英語圏のイギリスとかアメリカとかでの憧れが強いんですよ。そう。まあ、これはね、正直にいる。私の友達にもいるのよ。最近会った仲いい友達なんだけど、私絶対アメリカ人がいい。付き合うならアメリカ人がいいって言ってる女の子がいるの。どんなに、いや、アメリカ人がいいって、アメリカ人ってワングループじゃないからねって。住んでる場所によっても違うし、人それぞれ絶対に性格は違うし、日本人みたいな性格の人もいるし、そうじゃない人もいるし、もうマジで違うよって言ってるんだけど、いや、アメリカ人がいいっていう友達がいるのよ。そう。まあ、これはマジで人それぞれの価値観が違うので、いいとか悪いとか言えないけど、私は反対だけど、でもそういう人はいます。はい。アメリカ人がいいとか、そういうふうに、外国人と付き合いたい。外国人、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、終わりみたいな感じ。そう、ヨーロッパって言っても、今挙げたような国だけ、みたいなね。うん。マジでこれは人それぞれの価値観で、それぞれ多分いろんなバックグラウンドがあって、コンプレックスがあって、今のタイプっていうのが出来上がってると思うんだよね。うん、めちゃくちゃ真面目な話だし、結構難しい話なんだけど。はい。っていうね。なので、うん、別に東南アジアの男性に興味がないわけではなくて、文化的にとか、やっぱ経済的な問題とか、やっぱり、外せない問題なんだなとは思います。はい。まあ、でもね、ちょうど昨日、一昨日かな。私が仲いい友達、中学校の同級生なんですけど、彼氏ができたって言って、で、その子は今までにほとんど彼氏ができたことがない子だったの。で、どんな人って言ったら、チュニジア人って言ってましたね。チュニジア人みたいな。どこで出会ったのみたいな。
だってその子英語も喋れないし、なんなら海外経験とかもほとんどない。英語もハワイユーとヨーウェルカムしか喋れないとか言ってたの。だけど、チュニジア人の男性と付き合ったのよ。一昨日。びっくり。そう。びっくりした。私はあんまりチュニジアに詳しくないから、と思って。興味あったのみたいな。海外の人に興味あったのって言ったら、その子の恋愛対象のポイントっていうのは、ルックス、背が高い。あとは面白い。この二つを、求めてたんだよね、友達は。友達はファッション系の仕事をしているので、ルックスにやっぱり気になっちゃうんだって。うん。で、そのチュニジア人の男性は結構その子のタイプだったみたいで、私写真見せてもらったんだけど、うん。うんって感じだった。確かにかっこいいし、スタイルがいい感じの人。うん。ね。だからその人がお金を持ってる持ってないとか、どんな仕事をしてるとかしてないとか、全くわかんないけど、その子も知らないんだって。だけど、付き合ってる。うん。不思議だよね。だからいろんな人がいるから、うん。いろんな人がいるということですね。はい。いかがでしたでしょうか？ちょっといろいろ話しちゃったけど。まあ、恋愛ってすごく難しいよなって思います。うん。私は結婚したけど、まあ結婚して今3年ぐらい経ちましたけど、もしかしたらね、お別れするかもしれないし、何があるかわかりませんから。はい。うん。全然それはいいと思う。なんか結婚が100%ゴールだと私は考えてなくて、まあ、もちろん子供がいたら簡単に離婚するっていうのはどうかと思うんだけど、うん。いろんな人生がありますので、皆さんね。はい。私は別に離婚しないよ。離婚しませんけど、まあなんか、恋愛って昔よりも自由になったなっていうのがあるので、皆さん、いろんな方とね、出会って、いろんな経験をして、いろんな恋愛をするのが私はいいんじゃないかなと思います。はい。こんな感じ？はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりにします。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、今日のお話ししたものの、単語、言葉ですね。もうトランスクリプトの下にリストを作って、まあ、英語だけですけど、意味を書いて載せてあるので、もしチェックしてみてください。で、今日使ったイディオムとかフレーズとか、単語以外の新しい言葉っていうのを、ペイトリオンのサイトで、アップしてます。はい。そこでは、その言葉を使った例文とか意味とかをアップしてるので、ぜひ、ペイトリオン参加してみてくださいね。はい。ペイトリオンでは、他にもボーナスコンテンツがいっぱいあります。イェイ。イェイ。はい。あと、インスタグラム、ツイッター、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。YouTube で YouTube ライブ、ゲームしてます。はい。で、もうすぐね、6000人フォロワーになります。はい。ありがとうございます。はい。もしかしたら、このポッドキャストをアップしている時にはもう6000人を超えているかもしれないですね。はい。ということで、6000人になりましたら、また、ゲームじゃなくて普通にお話しする YouTube ライブをやろうと思いますので、こちらもまたアナウンスいたしますので、よろしくお願いいたします。はい。まあ、今日のトピックは結構、人それぞれ考えが違うことなので、ぜひ皆さんのね、考えを聞きたいです。はい。ちなみに最後に私の外見の話してなかったけど、外見は私は身長はどうでもいい。でも自分の許容範囲に入ってる人だったら誰でもいいですね。許容範囲ってありますよね、皆さん。こっからなんか自分が全然、なんていうの、素敵だなって思える男性のルックスって人それぞれ違うと思う。こんなに狭い人もいる。もうイケメンしか無理みたいな人もいるし、もうこんなに広い人もいるし、もうこれぐらいの人もいると思うんだけど。まあ、この中に入ってれば私は外見は割とどうでもいいかな。はい。感じです。皆さんはいかがでしょうか？ぜひコメントでいろいろ意見をお待ちしております。はい。じゃ
じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。